皆さんこんにちは、アーロンです。私のチャンネルへようこそ。それではローラプリポンについてもう少しお話ししましょう。広く報じられている通り、また前回の動画でも触れましたが、ローラは今週ピープル氏でもうサイエントロジストではないと公言しました。サイエントロジーは彼女の人生から消え去り、彼女はもう5年近くもサイエントロジーを実践していません。この件について、ある人が5年近くサイエントロジーを実践していないと正直に言えるようになるまで、どんな経験をしてきたのかを想像してみると、私の中で一つはっきりと腑に落ちたことがあります。それは必ずしも彼女が5年間公式にサイエントロジーから脱退していたわけではないということです。しかし、彼女がもはやサイエントロジストではないということは間違いありません。それについては疑いようがありません。彼女の声明が幾分政治的に正しく、あるいは非常に外交的で多くの人が期待するサイエントロジーを去ったなら、リア・レミニがしたことと全く同じことをすべきだというものとは少し違っていたとしてもです。ですが、リア・レミニだって月曜日にサイエントロジーを去って、火曜日にすぐ長年にわたってサイエントロジーの虐待を告発するような言動を始めたわけではないことを忘れてはなりません。また、サイエントロジーを去ること自体、決して都合よく定義できるものではないということを私が精一杯説明しておくことは重要です。特に自分の意思で去る場合、サイエントロジーを去ることが何を意味するのか、その定義は非常に曖昧なのです。サイエントロジー協会が定義する正式な脱退とは、協会が抑圧的人格者 SP を宣言する書類を発行し、そこに自分の名前が記されることです。それが起きたとき、あなたは公式にサイエントロジー協会から除名されたことになります。それ以外の状況では、自分がサイエントロジストであるかどうかは、ほぼ自分次第なのです。ローラのように長年関わり、友人がいて家族もいるような人の場合、ローラの家族の広がりについては詳しく知りませんが、話は複雑です。彼女の家族が他のサイエントロジストの家族と結婚している可能性だってあります。実際のところ、私には確かなことは分かりません。サイエントロジーが人生に深く組み込まれている人にとって、サイエントロジーを去ることの定義など、実のところ存在しないのです。それは純粋に主観的なものであり、内面的なものなのです。それはあなた自身の感情です。前回の動画で少し触れましたが、サイエントロジストはサイエントロジーを信仰体系とは考えていません。彼らはサイエントロジーを信じるものだとは見なしていないのです。彼らにとっては実践するものなのです。しかし、サイエントロジーが要求する実践には、間違いなく長ばれた信念が必要となります。もっともサイエントロジストがそれを認めることは決してありませんが、サイエントロジスト自身がその事実に気づいているのか、認識しているのかさえ疑わしいですね。ですが、私が言いたいのは、彼らがサイエントロジーを信仰体系ではないと考えていても、そこには心情という側面があるということです。それなのに、ローラの声明を見ると、私は5年近くサイエントロジーを実践していないと言っています。普通に考えれば、これは5年近くサイエントロジーに関わっていないという意味になります。しかし、ローラのように長年関わってきた人の立場になって考えてみてください。それは彼女の人生に深く絡み合っているのです。結婚という側面はさておき、サイエントロジーは彼女の人生そのものに結びついています。ローラのような人物が歩んできた道のりは、サイエントロジーの世界で何かショックな出来事があったか、サイエントロジストが関与するトラブルがあったはずです。私に言わせれば、ローラがサイエントロジーから離れたのは、YouTube から警告を受けそうなあの言葉に関連していると確信しています。YouTube では、人々は性的暴行を指す SA という言葉を使います。こんな風に言葉を濁さなければならないなんて本当にもどかしいですね。ローラはダニー・マスターソンとその家族全員と非常に親しい仲でした。ローラはダニーの兄弟と交際していました。名前を忘れてしまいましたが、彼もまた著名人です。若い頃に5年以上は付き合っていたはずです。ローラはダニー・マスタソンが長年重要な位置にいたサイエントロジーの友人関係やセレブ仲間の一員だったのです。ダニーが直面しているこれらの疑惑や告発には、ローラが個人的に知っている人々が関わっています。実際、ローラが被害者の一人を口封じしようとしたことに関与していたと、詳細を報じた記事さえあります。つまりこれは非常に厄介で汚らわしく、嫌悪感を抱かざるを得ない状況であり、それがたまたまロサンゼルスの法廷で大きな展開を迎えようとしているのです。もしローラがサイエントロジーから離れた理由が
私が以前ドラマと読んだ一連の騒動に直接関係していたとしても全く驚きません。だからといって誰かを中傷するつもりは全くありません。つまり何が起こったのか、そして今何が起きているのか、まるでドラマが展開しているようです。これについてドラマが書けそうですが、ローラはそれに関わっていました。つまり、すべてが彼女の周囲、彼女の領域で起こったのです。これは彼女がよく知る人々に関わることであり、単に彼女の周辺で起きただけではありません。彼女はダニー・マスターソンに対する告発に関わった人々と直接交流し、話をするなど深く関与していました。繰り返になりますが、あくまで推測の域を出ないことは承知していますが、ローラはダニーが何をしたかを知っていると断言できます。ダニーの周囲にいる人間なら誰でも彼が何をしたかを知っています。もしあなたがサイエントロジストでこれに関わっていたなら、サイエントロジーを知らない人たちに状況をありのままに伝えようと思います。ここでの問題は、サイエントロジストたちがダニーが実際に女性たちを襲ったと信じているかどうかではありません。ダニーの周辺にいるサイエントロジストたちは彼がやったことを知っています。女性や子供に対する犯罪者をサイエントロジーが隠蔽しているという話をする際、私はできるだけ一般的な表現で話すようにしています。それは彼らが内部で見て見ぬふりをしているという意味ではありません。これはいくつかの非常に重要な理由から理解しておく必要があります。サイエントロジーが犯罪者を隠蔽するのは、それを当局に通報しないという意味においてです。彼らはサイエントロジストが関与する問題で警察に協力することは決してありません。彼らは証拠を提出することも決してありません。彼らはサイエントロジストに対し別のサイエントロジストを当局に通報するよう促すことも決してありません。実際、仲間のサイエントロジストを当局に通報したシャマはサイエントロジーから追放されます。例外はありません。たとえ子供への虐待や女性への深刻な虐待であっても、サイエントロジストが別のサイエントロジストを当局に通報することは重大な罪であり、抑圧的行為とみなされます。どういう意味かわかりますか？ですが、サイエントロジーがダニーの行為について徹底的な調査を行わなかった、あるいは行わなかっただろうと誤解しないでください。サイエントロジストたちが女性や子供への虐待を容認しているわけではありません。ただ、サイエントロジストが加害者である場合、サイエントロジーは決して当局に引き渡さないというだけのことです。信者たちは人々が暴力的で破壊的かつ違法な行動をとるのは反応心のせいであり、サイエントロジーの監査で修正できると固く信じています。彼らには当局に協力しないことを正当化するための独自の内部論理があるのです。しかし、女性や子供への虐待がサイエントロジーのオーディティングセッションで告白されたり、倫理担当官に報告されたりした場合には、彼らは徹底的に調査を行います。長々と説明するのは、これだけは断言しておきますが、ダニーの周囲の人間は皆彼が何をしたかを知っているからです。サイエントロジー協会も彼が何をしたのかを正確に知っています。彼らはすべての証拠を文書で持っています。紙の書類やデジタルファイルとしてです。すべて手元にあるのです。そしてダニーはこれらの罪に直面しようとしています。いよいよ法廷で裁かれる時が来たのです。あるいは被害者たちが法廷で声を上げる時が来たと言えるかもしれません。まあその両方ですね。いずれにせよ、今まさにそれが起ころうとしています。間もなく全てがこうになるでしょう。ひどく厄介なことになるはずです。教会はこのダニー・マスターソン事件において司法妨害を行ってきました。検察もそれをしていますが、現時点で教会を起訴する必要はないのでしょう。彼らはいつでも教会を起訴できます。この裁判が終わるのを待つことだってできるのです。教会側も自分たちが司法妨害をしたことを自覚しています。そして検察がそれを知っていることも承知しています。ダニーにとって成功の可能性がある唯一の弁護策は、私もサイエントロジーの被害者だと主張することでしょう。私はこの環境で育った。すべてが許されることだと思っていた。倫理担当官やオーディターといった人々から、私の行為には何の問題もない、あるいはすでに責任は果たしたと言われていた。ダニーにとって最善の弁護策は、教会を売ることです。そして、教会にとって司法妨害罪を免れる最善の防衛策は、検察と取引をしてダニーを売ることです。教会側はこう持ちかけるかもしれません。この裁判があるでしょう。あなた方もこの裁判に勝ちたいはずだ。我々を司法妨害で訴えないと約束するなら、ダニーとの裁判に勝つために必要な証拠を提供する、と。検察がサイエントロジーとの取引に応じるのか、
それともサイエントロジーを追求する機会を重視するのかは誰にもわかりません。私にはそのどちらが正しいのか断言できません。それでも私がこうした詳細を語るのは、ローラもこれから明るみに出る事実は、ダニーの周囲で関与した全ての人々にとって最悪の結果をもたらすと確信しているのではないかと思うからです。間違いなくダニーにとってひどい影響が出るだろうね。明らかにサイエントロジー協会にとってもひどい評判になるはずだ。ローラにとって世界に向けて、もう彼らとは何の関係もないと伝えるには絶好のタイミングだったと思う。ちなみにもう5年近く経っているんだ。話を少し戻すと、ローラには何か心をかき乱されるような出来事があったはずなんだ。それがサイエントロジーに関係することか、ダニー個人に関係することかはわからないが、何らかのトラブルがあったということだ。サイエントロジーを去ろうとする信者は、不当な扱いを受けて深く傷つき、怒りを感じると、立派な信者として何とか問題を解決しようと試みる。彼らは何度も何度も努力するがうまくいかず、危機に陥り、結局その不当な扱いも解決不可能なまま終わるんだ。そうなった時、人はもうこいつらとはやってられないと思うものだよ。もう終わりだ、とね。何を言うべきか、どう考えるべきか、どう振る舞うべきかを察され、お前はダメだと言われることにはもうコリコリなんだ。もう限界だ。こんなことは二度とやらない。だがまだ公式に脱会したわけではない。それが言いたいことなんだ。それはあくまで個人の選択だからね。内面的な問題なのだよ。主観的なことだ。誰かがもうやらないと言ったとする。心の中でそう決心したからといって、誰かが、よし、この人は正式に脱会した、とチェックを入れてくれるわけじゃない。サイエントロジストはいつもそんな決断を下している。くそ、もうやってられるかっけで。サイエントロジー協会はもうやってられないと感じた信者たちをなだめることに膨大な時間を費やすんだ。彼らの気持ちを変えさせ、引き戻すためにね。だからサイエントロジーを去る過程で、どの時点でもう信者ではないと明確な線を引くのは非常に難しい。ここが愛想を尽かした地点だと線引きすることはできるだろう。しかし他の信者はこういうはずだ。いや、それでも彼女がサイエントロジーをやめたわけじゃない。ただ腹を立てているだけだ、とね。そこで疑問なのは、その不満が完全に解決不可能になるまで一体どれくらいの期間続くのかということです。サイエントロジー側でさえ、それが解決不可能だと認めるまでにどれくらいかかるのかという点です。ローラが言った5年以上サイエントロジーを実践していないという言葉の真意は、おそらく5年近く前、最後に組織へ足を運んでコースを受けたり、実際のオーディティングセッションを受けたりしたのが最後だったということなのでしょう。おそらく 2,3 年は彼女の中で一種のチューブラリンな状態が続いていたはずです。彼女は何かにひどく怒っていました。周囲は彼女に解決してもらおうと躍起でした。人々は彼女をなだめようとしていました。君のためにこれをやってあげると言って、あれもやってあれ。とにかく来てくれか。なんとかするから。と。君が下がったか。我々が間違っていた。あれこれと手を尽くしたのでしょう。彼女が本当に心からもう終わりにするべきかどうか、自分自身と向き合わなければならなかった時期が丸1年はあったはずです。多くのサイエントロジストが同じ経験をしており、彼女がいやもうダメだと決断したのは、ここ3ヶ月、6ヶ月、あるいは12ヶ月以内のことかもしれません。もう終わりだ。私はもうやめた。みんなの認識としてそれを確実なものにするために行動を起こそうと。繰り返になりますが、彼女が発表したタイミングが11月から始まるダニー・マスターソンの裁判と関係があるとしても少しも驚きません。たとえタイミングが都合よくダニーの件に関連していたとしても、彼女の発表の誠実さや真実味が損なわれるわけではありません。単なる保身のためにやっているのではないのです。彼女が5年近くサイエントロジーを実践していないというなら、それは5年近くコースも受けておらず、オーディティングセッションも受けていないという意味です。しかし、実際にサイエントロジストと名乗る人々の中にも、2、3年はコースやセッションを受けていない人は大勢います。それは珍しいことではありません。言いたいことわかりますかな。つまり、彼女は嘘をついていないのです。ここで誰かを騙そうとしているわけでもありません。ただ、私自身のためにも、そして私の伝え方を明確にするためにも、はっきりさせておきたいのですが、
それは彼女が5年間も黙ってサイエントロジストではないことを秘密にしていたという意味ではありません。彼女の旅路の最終段階は実際にはもっと最近のことかもしれませんが、5年という彼女の主張は依然として完全に真実であり得るのです。この5年という問題についてもう一つ指摘しておきたいことがあります。ローラがサイエントロジーのセレブリティ誌の表紙を飾ったのは実際には6年前のことです。それはハリウッドのセレブリティセンターが発行している雑誌です。その目的はただねえ私を見てと宣伝することにあります。私は有名人でサイエントロジストですと、私のように成功したければ私と同じようにサイエントロジーをやりなさいというわけです。つまり6年前の時点でローラは単なるサイエントロジストではなく非常に熱心な信者でした。もし彼女がコースを受けてから、あるいはセッションに参加してから5年経つと言っているのなら、何か重大なことが起きたはずです。なぜなら6年前のセレブリティ誌のインタビューで、今手元にありますが、彼女はニューエラダイアネティクスのオーディティングを受けていると語っていたからです。ニューエラダイアネティクスのオーディティングはブリッジ、橋のかなり高い位置にあります。世界中のサイエントロジストの大半はブリッジのそのレベルまで到達していません。サイエントロジーに関心がある方ならクリアという状態はご存知でしょう。現在のサイエントロジーの完全な自由への発信において、ニューエラダイアネティクスは人がクリアの状態に到達するためのオーディティングの段階です。クリアより上の段階はボディ生誕やゼーヌといった話で知られる機密扱いの OT レベルです。クリアより下の段階はサイエントロジーの非機密資料にあたる部分です。そしてクリアはサイエントロジーにおける最初の大きなマイルストーンとされています。ニューエラダイアネティクスのオーディティングを受けているということは、その人はすでに膨大な量のオーディティングを経験済みだということです。ニューエラダイアネティクスはサイエントロジーの低い方のブリッジの頂点に位置ます。まあこの点を証明するために言いますが、私はニューエラダイアネティクスのオーディティングを受けたことがありません。私は30年以上サイエントロジーに在籍していました。それでもニューエラダイアネティクスのオーディティングは一度も受けていません。それが普通だと言っているわけではありません。私は少し特殊で、オーディティングを望んだことは一度もなく、むしろ避けるよう努めていたくらいです。私はこれまでニューエラダイアネティクスを行うオーディターを大勢訓練してきました。つまり私はサイエントロジーで多くのトレーニングは受けましたが、彼らが言うところのブリッジはあまり進まなかった人間なのです。確かにオーディティングはたくさん受けましたが、ブリッジを昇格させる種類のオーディティングではありませんでした。言い換えればニューエラダイアネティクスのオーディティングではないということです。ローラがセレブリティ誌で言ったこのインタビューは、そもそもサイエントロジー内部での商品のみを目的としていたからです。サイエントロジーの専門用語がぎっしり詰まっています。そのため普通に読むことはほとんど無意味です。ですが彼女はサイエントロジーでの自身の経験のすべて、サイエントロジーに入信した経緯、そしてブリッジを昇格していった過程について答えています。彼女は入門コースについて話しています。ニューエラダイアネティクスよりずっと前の低いレベルのオーディティングについて話しています。もう何か馬鹿げたことについて話していますね。全く。彼らはインタビューに馬鹿げたことをたくさん詰め込みます。誰かがブリッジのオーディティングに積極的に取り組んでいるとき、その人は勝っている PC とみなされます。PC とは単にオーディティングを受けている人のことです。勝っているというのは順調に進んでいる、勢いに乗っているという意味です。勢いに乗っているときはそのまま続けさせたいと思うものです。オーディティングのレベル感やブリッジのステップ、ブリッジのアクションの合間に休憩を挟ませたくないのです。なぜなら、もし休憩させると人生のくだらないトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。そうすると動揺してしまい、次のステップのオーディティングに進む前に、その動揺を解決するための別のオーディティングが必要になってしまいます。ですから、ローラのように NED、ニューエラダイアネティクスを受けている人の場合、それは彼女が低いレベルのブリッジを終えたばかりで、NED の前のグレードを示せ、そのまま NED に突入したことを意味します。そしてネイデは長いアクションです。つまり NED を受けている人、特にセレブリティセンターの有名人であれば、毎日セッションに通うわけです。週に1、2時間半以上はセッションに通うことになります。おそらく週25時間くらいでしょう。彼らはあなたを止めさせたくないのです。もしローラがクリアの状態を証明、アテストしていたなら、つまり NED の後に起こるはずのことですが、私たちはそのことを耳にしていたはずです。セレブリティしか何かで目にしていたはずです。つまり彼女は NED をやっていたものの、何かが起こったということです。それはオーディティング中に何かが起こったという意味ではありません。ダニーの件のように人生で何かがあって NED を終える前にオーディティングが止まってしまった可能性があります。 NED を終えてもクリアの状態を証明しないという可能性もわずかにあります。しかし NED を終えてもクリアにならなかった場合、それは NED ケース完了と呼ばれます。そしてそれ自体がかなりの大きな成果とみなされます。それさえもセレブリティ誌に掲載されていたはずです。ですから彼女のオーディティング中、あるいは私が推測するように
人生において非常に動揺するような出来事があり、オーディティングの進歩が中断されたと推測できます。そしてそれが解決できないほど大きな問題だったのでしょう。彼女は NED を最後にも終えることはありませんでした。彼女は ND ケース完了を一度も証明しませんでした。そしてこれが全て彼女がサイエントロジーから離れる道の始まりだったのです。そうですね。ここでは多くの憶測が飛び交っていますが、それもこのチャンネルで私が無料で提供しているサービスの一つです。サイエントロジーの世界についての憶測ですが、同時に学びの場にもなればと思っています。まあ根拠に基づいたかなり待ておいた憶測と言えるかもしれません。今後どうなるか見守っていきましょう。つまりローラが公園にサイエントロジーからの離脱を表明した今、彼女がダニーの事件で検察側に協力する心境になっている可能性はあるのでしょうか。もしそうなら興味深いですね。その答えがわかるまでそう長くはかからないでしょう。現時点ではダニーの裁判は11月に進展する予定だと認識しています。2月に延期される可能性があるとも読みましたが、いずれにせよすぐに動き出すはずです。これに関連して議論したいもう一つの点は、ローラがサイエントロジー離脱をどう説明したかと、ベックが2年前に出した声明の比較です。ベックは自分がまるでサイエントロジストではなかったかのように聞こえる言い方をしたため、大きな批判を浴びました。ベックは生まれも育ちもサイエントロジーの人間です。彼の姉妹も生まれも育ちもサイエントロジーです。父親のデビッド・キャンベルと継母のレイブン・ケインは筋金入りの熱心なサイエントロジストであり続けてきました。私は40歳ですが。ベックは私より年上です。ベックはもう50歳に近いと思います。50歳と言っても過言ではないでしょう。デビッド・キャンベルがベックの生まれる前からサイエントロジーに関わっていたのは間違いありません。さて、ベックがローリングストーン誌に語った内容はこうです。彼は私がサイエントロジストだというのは誤解だと思うと言っています。私はサイエントロジストではないと、それとは何のつながりも関係もないとね。父のデビッド・キャンベルは長年サイエントロジストですが、私は人生の大半を音楽と仕事に集中しており、自分のやりたいことをやる傾向にありました。人々が勝手にそう思い込んだだけだと思います。ちなみに、ベックはジョバンニ・リビシの姉妹であるマリッサ・リビシと結婚していましたが、彼女自身も生まれも育ちもサイエントロジーです。つまり2人はそういう関係であり、どんな定義で見てもベックが間違いなく筋金入りのサイエントロジストであったことは疑いようがありません。確かにこの声明の中で彼はもうサイエントロジストではないとは言っていません。しかし、まるで最初から一度もそうではなかったかのように聞こえる言い方をしています。それは純粋に紛れもないデタラメです。ですから、ベックはこの件に関して受けたあらゆる批判は当然の報いだと思います。実際、この記事でも指摘されていますが、ベックは2005年のハリウッドリポーター誌のインタビューでこう語っています。彼は、私はサイエントロジストだよ、と言ったのです。父は35年ほどサイエントロジストです。私はその中で育ちました。そういう環境の中で育ったんです。人は誰でも好きなことを言っていいし、好きなようにすればいい。私にできるのは、誠実に生き、子供を育て、仕事に打ち込み、共に働く人々のために全力を尽くすことだけです。隠し事なんて何もありません。自分の人生を心から誇りに思っています。ねえ、それって自分がサイエントロジストだというには随分と面白い言い方だと思いませんか？私はサイエントロジストだという言葉で文を始めた以外は全てから距離を置こうとしているように聞こえました。それからローリングストーン氏はベックが過去に講演の場で語った別の発言にも触れています。彼らが行っている活動は信じられないほどです。教育についてです。彼らは至る所に貧しい子供たちのための無料センターを設けています。世界一の薬物リハビリプログラムも持っています。人々の頭の中で作り上げられたものではなく、実際の事実を見れば、私にとってそんなものはデタラメです。なぜなら、実際に自分の目で見てきたからです。さて、これこそサイエントロジストが言うべきことですね。ベックはサイエントロジストでした。それなのに、いざ、もうやっていないと言うべき時が来ても、もう関わっていない。実際に脱会したことを明確にし、記者から、ではなぜ脱会したのですかと聞かれるかもしれないような状況を作る代わりに、中で生まれ育った人間にとって、それは間違いなく居心地の悪い質問でしょう。彼は何事もなかったかのように振る舞うことを選んだのです。みんなが誤解していたんだ。と、いやはや、みんな勝手に私がサイエントロジストだという物語を作り上げてしまって、なぜなのか全くわかりません。だって私が自分でそう言ったからだなんて、そんなはずはありませんよね。私がその中で生まれ育ち、私と妻の家族全員が2世代にわたって関わってきたからだなんて、そんなはずはありません。それとは全く関係ないはずですから。では、ローラの実際の言葉と比較してみましょう。ここにその言葉があると思ったのですが、見当たりませんね。彼女の言葉はこうでした。私はもうサイエントロジーを実践していません。もう5年近くサイエントロジーを実践しておらず、サイエントロジーは私の人生のいかなる部分でもありません。ローラは少なくとも認めています。以前は大きな部分を占めていた。今は全く関わりがないと。ご存知の通り、関係の断絶はプロの世界でも仕事上のつながりにおいて実際に起こりうることなんです。もしローラの代理人がサイエントロジストで、ローラがピープル誌のインタビューに応じたなら、その代理人は離れていったでしょうね。さて、ローラの代理人がサイエントロジストではないと仮定しましょう。しかし彼女のその代理人がサイエントロジストである他のタレントも担当していたとしたらどうでしょう。そのサイエントロジストたちはローラと同じ代理人には担当してもらえなくなるでしょう。というわけで皆さん、これらが私の補足の考えでした。ご視聴ありがとうございます。最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。また近いうちにお話ししましょう。さようなら。
今日の動画のスポンサーであるドリームリアリーに心から感謝を伝えたいと思います。あ、待って、それ僕自身ですね。私は20年以上不動産投資家として活動しています。初めて投資用物件を買ったのは20歳の時でした。過去15年間は私はタンパベイのクリアウォーター全域で自分の物件の売買を続けてきました。家の売買をお考えで私と協力したいという方はぜひお連絡ください。私がしっかりとサポートします。このチャンネルを支えてくださっている皆さんに改めて感謝します。ご視聴ありがとうございました。さて、私のロックンロールの曲を聴きたいならこのギターで静かに演奏します。もし私の他の動画を見たい場合はこちらをクリックしてください。チャンネル登録がまだの方はこちらから登録をお願いします。さようなら。